よっしゃ、オッケー。海洋堂アメイジング山口ケーブルバージョン 1.5 の紹介。以前発売されたものをベースとして新規パーツが追加されたものになりますね。なのでフィギュア本体には大きな変更点はないと思われる。では開けていこう。よいしょ。出てこい出てこい。ネイサン・クリストファー・チャールズ・サマーズと。よしよし。このマッシブさがたまらないですね、雨山は。いや、かっこいい。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、では取り出しまして、早速比較なんですけど、右にあるのが以前発売されたもので、左にあるのが今回のバージョン 1.5。まず、造形面に関しては違いありません。全く同じもの。しかし、塗装に関してなんですけど、これが変更されているかはどうかはちょっと難しいところなんですけど、まずこの黄色い部分、比べると、バージョン 1.5 の方が濃く見えるんですけど、これが経年変化によるものなのかどうかちょっと判断がつかないんですよね。そして肌の色。これもね、バージョン 1.5 の方が濃く見えるんですけど、ここも繰り返しになるんですけど、経年変化によるものかどうかは不明。左腕のサイバネティックアームのシルバー。ここは大した変化はありませんね。こちらは交換用頭部の食いしばり顔で、これも別段変わったところはありませんね。そしてこちらが予約特典の叫び顔。さっきも紹介した通り、食いしばり顔があるんで、もうそれだけで全然満足だったんですけどね。原作でもこのケーブルね、結構叫んでいる描写あるんで、これは個人的にはすごく嬉しい追加パーツですね。出来もめちゃくちゃいいです。でですね、このシリーズにたびたび見られる眼球移動ギミック。このケーブルにも備わっていまして、このようなピンが付属するので、頭部を外した後、このピンでね、後ろから瞳の位置を調整するんですけど、これがね、なかなか難しくて、いい位置に合わせようとするだけでもう時間どんどん食ってしまうんで、自分ね、原作よろしくこのようにもう白目にしています。可動範囲行きましょう。雨山紹介するとき、もう毎回言ってると思うんですけど、動かないところはないくらい動くので、もうさらっといきますね。頭部上はこう、うつむきこう、ぐりぐり傾き取れますね。いつもの肩甲骨可動がありまして、腕はここまで上がってもね、ぐるりと一周もできますよ。腕の付け根で動いて、二の腕の可動がありませんね。肘がここまで曲がって、手首はこのような可動ですね。あと肘自体で動きます。胴体、後ろへはこう、前はここまでで、胸でぐりぐり動いて、腰でもぐりぐり動きますね。股関節に引き出し機構はないんですけど、もう動きますよね。前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りできて、ももにおなじみのモノシャフトドライブ可動。膝がここまでいけて、ブーツで動き、足首、後ろへはこうで、前はこうで、つま先あって、傾き取れて設置性も抜群。付属品いきましょう。まず、以前のバージョンと同じものを紹介すると、漏れ出したオプティックブラストの光が強まったエフェクトパーツが1つ。シルバーのハンドガンが2丁。そのハンドガン用マウントパーツが2つ。このように取り付けて太ももに装着可能。そして、
ケーブルの代名詞とも呼べる未来型巨大重火器が2丁、アサルトライフルタイプとリボルビングランチャータイプ。これらは変形または組み替えることで様々な形態にすることができる。まず、アサルトライフルタイプは、ここのストックを展開し、この部分が動くので前にしてあげてから、バレルを延長してあげれば、スナイパーライフルタイプに変形。リボルビングランチャータイプは変形ではなくばらすことができて、まずバレルを外してアサルトライフルタイプに取り付けてあげれば、あたかもグレネードランチャーを装着したかのよう。そしてさらにこの部分を外して、さっきと同じ要領で変形させてあげれば、大口径を使用するアンチマテリアルライフルっぽいのも再現できますね。そしてさらに、このバラしたリボルビングランチャータイプをアサルトライフルタイプに取り付けることができる。ということで、このように謎構造のスーパーヘビーウェポンが完成と。いいですね。これぞケーブルって感じ。ではここからが今回のバージョン 1.5 から新たに追加されたものになります。まずはお父っつぁんであるサイクロプスことスコット・サマーズから引き継いだ能力であるオプティックブラストのエフェクトパーツ。このように顔に取り付けてあげれば、オプティックブラスト、シャシュチュ、シャシュチュって、シャシュチュ、あれちょっと待って、失礼。あいうえお、いうえおは、あいうえお、いうえおは、アメンボ赤いなあいうえお、リッチな彼女をルビーでせしめてフランスへ。このように顔に取り付けることで、オプティックブラスト発射状態を再現できる。短くて軽いので保持力もバッチリ。自分ね、ケーブルがオプティックブラスト、このようにあからさまに使った場面、あんまり記憶にないんですよね。熱風の頭吹っ飛ばした時使っていたのかなというか、あれは念動力の方か？次にこちらのショートソード。コミック原作で、ライト・オブ・ガラドールというショートソードが登場するんですけど、細かい形状は違えど、そのライト・オブ・ガラドールによく似ていますね。刀身下部から青いグラデーションがかけられていて、その刀身の塗装もね、ここ滑らかでコストかかってそうで綺麗ですね。で、つばの衣装の一部にゴールドの塗装。次に、こちらはナイフですね。刀身は青いクリアの上から白が吹かれていて、さながらエナジーナイフのよう。そしてそんなナイフの鞘。このように納刀することができるんですけど、これカチッと収まるわけではないので結構ポロリしやすいんですよね。ここもうちょっと考えて欲しかったかな。このナイフの鞘は造形上、どうやらハンドガンとしても使えるようですね。そしてサイコキネシスバリアのエフェクトパーツが形状違いで2枚。クリアブルーのハニカム構造。で、そんなバリアを取り付けるジョイントが2本。取り付けるとこんな感じになって雰囲気出てめっちゃいいですね。で、このジョイントの根元が何気にボールジョイントなんで、そこそこ角度つけれるので遊んでいて楽しい。ではサイズ比較としてマーベルレジェンドのサイクロプスとジーン・グレイを並べてみよう。このケーブルの父親はサイクロプスで、母親はこのジーン・グレイのクローンであるマデリーン・プライヤーという人なんですよね。では次にフィギュアーツのサイクロプスと並べてみよう。フィギュアーツのサイクはマーベルレジェンドと比べるとかなりバルキーなフォルムなんですよね。がしかし筋骨隆々マッチョマンのアメヤマと並べるとやはりバルクでは劣りますね。では次に俺の大好きなキャラマーベルレジェンドのビショップと並べてみよう。見たかよ、でかさでは負けてねえぜ、さすがビショップ。未来世界において戦い続けるという意味ではケーブルと似た境遇ですね。しかし絵面暑苦しいですね。
ちなみにこのビショップは頭部は古いやつで胴体はアニメイテッドバージョンにすげ替えています。では次に宿敵であるマーベルレジェンドのアポカリプスと並べてみよう。いいですね。なかなかいいサイズ感ではないでしょうか。ではいろんなケーブルと並べてみよう。いやー、どれもかっこいいんですけどね。個人的にはやっぱりこのアメヤマケーブルが抜きん出てかっこいいと思いますよ。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。